皆様こんにちは。いつもコメント欄で有力情報を教えていただきありがとうございます。イカゲームシーズン2の過去の考察動画をまだ視聴していない方は概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。またチャンネル登録といいねもよろしければポチッとしていただけると励みになります。はい、では今回の動画では義憤にまつわる伏線考察をしていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。巫女のお言葉。シーズン2で事あるごとに予言や呪いをかける巫女さん。この巫女さんは義憤にお前の寿命が伸びたのにはちゃんと訳があったんだな。ここまで連れてこられたのには理由があった。とジュニと義憤を交互に睨みながら言っています。これはシーズン3で義憤がジュニのお腹の子を守るために売買する伏線だと考えられます。またフロントマンも亡き妻が妊娠中に亡くなった過去を持つため、彼もまたジュニのお腹の子を守るために売買するかもしれません。しかしシーズン3の舞台は10年後から20年後が予想されているため、もしかしたらジュニのお腹の子だけが救われて義憤とフロントマンが育てるなどといった未来もあるかもしれませんね。いずれにしろこの巫女さんのお言葉は今後の鍵を握る重要なフレーズです。タンス預金が好き。義憤はシーズン1では人を信じる心を持つ人間でしたが、イカゲームに参加したことを通じて前ほど人を信じなくなったのかもしれません。それがわかるのがピンクホテルの一室にある大金の山です。多分全部銀行から出したのでしょう。そして一部大きくえぐられている部分がありますが、これは貯留用にサウのママに渡した部分だと思われます。義憤、フロントマン、おじいさんの親子関係。過去の動画でも何度か親子説について話しましたが、今回はより深く説明します。まずは義憤とおじいさんの親子説から。証拠1、誕生日。おじいさんはゲーム中の10月24の日にもうすぐ息子の誕生日だと言っていますが、義憤の誕生日は10月31です。近いですね。証拠2、義憤の実家。ゲームが一度中断した時におじいさんと義憤がたまたま街で出会うシーンがあります。ここで昔この辺りに住んでいたと言っていますが、そこは義憤の実家の辺りです。証拠3、家の門。ビー玉ゲームでおじいさんが昔ここに住んでいたといった場所の家の門が義憤の実家の門とほとんど同じです。証拠4、クレジットカード。義憤はお母さんのクレジットカードから現金を引き出すためにカードを戸棚から出しますが、この時一瞬だけカード情報が見えます。そしてそこにはおマルソンと表記してあるのです。義憤の名字はソンでしたよね。そしておじいさんの名字はおです。以上の4点からおじいさんは昔義憤のお母さんと結婚していて義憤が生まれたけど何らかの理由で離婚して、その後お母さんは旧姓に戻ったか再婚したと考えられます。義憤はお母さんと一緒についていったので、義憤の名字もお母さんと同様に変わることになります。では次にフロントマンとおじいさんの親子説について。証拠1、牛乳。おじいさんは義憤と食事するときに義憤が牛乳が嫌いなんだと言ったら、わしのせがれも牛乳が苦手でと言っていたので、おじいさんの息子は牛乳が苦手です。そしてフロントマンも今回食事中に牛乳が苦手だからと言ってジュノにあげていました。こんなにわかりやすくピンポイントに牛乳嫌いをドラマで強調するのには何か意味があります。証拠2、態度。ゲーム中、義憤とフロントマンの態度がシンクロしている時が何度かありますが、これはアクターたちが故意にこのような態度を取ったと考えられます。
ここから兄弟のようだと考えることができます。翔子さん、名字。みんなで自己紹介をするとき、フロントマンは自分の名前をヨンイルと名乗っています。これは推測するに、かつての名前ではないかと思います。ここで注目してほしいのは、おの名字です。おじいさんと一緒ですね。証拠4、わら。ギフンが自己紹介をしたとき、フロントマンだけ、ふっとギフンの名字を笑っています。もしかしたらこれはお前の名字は孫じゃないし、と笑っていたかもしれません。証拠5、義母。フロントマンの弟が登場しますが、直系の弟ではありません。義理の弟なのです。そのため、この母にしても、フロントマンの義母にあたります。多分フロントマンは養子として来たのでしょう。以上のことから、フロントマンとギフン、おじいさんは血縁関係にあるのではないかと考えました。また、フロントマンは名前がイノとヨンイルがあると思いますが、どちらも本名でしょう。子供の頃もらった名前がヨンイル。でも多分、フロントマンは父であるおじいさんのイルナムをあまり好きなようには見えないので、自分で養子になった時にイノと名前を変えたのでしょう。皆さんはどう思いますか？スカウトマンのスーツ。実はスカウトマンはいつもスティーブ・ジョブズのように同じ服を着ているかと思いきや、彼なりのこだわりがあったようです。1話でスカウトマンが面交したり、ホームレスの方たちにパンと宝くじを選ばせるときは、グレーのスーツを着ています。一方でロシアンルーレットをする際には、黒のスーツを着ています。なんかありそうですね。衣装担当のチェ・ユンソンさんによると、死に関連する出来事がギフンの近くで起ころうとしていることを暗示するため、ファン・ドンヒョク監督はスカウトマンに黒いスーツを着せたかったのですと言っています。確かにゲームが行われるシーンになると黒い方のスーツを着ていましたよね。ブラザーズホーム事件。ブラザーズホーム事件は1975年から1987年にかけてプサンで運営されていた福祉施設で起きたものです。この福祉施設は本来町の不老者などのための更生施設としての役割がありましたが、その責任者の強欲の考えで中ではイカゲームのような恐ろしいことが実際に行われたといいます。さらに収容者が増えるとそれだけ補助金が増えるようで、責任者は町の警官と協力して、例えばホームレスだけではなく障害者、孤児、時には家族とちょっと喧嘩しただけで通報された人までもが施設に送られるようになっていたそうです。そしてその人数は4000人を超えたといいます。このブラザーズホーム事件について気になった方は YouTube で検索すると出てくるのでぜひ見てみてください。ただしかなり残酷な内容になるのでご自身の責任で視聴をお願いします。そしてこの事件をもとにイカゲームが制作されたとすれば、警察のおっちゃんも VIP のグルかもしれませんね。ミャンマーでの事件。これは現在進行形で起きているものなのですが、ミャンマーを拠点とする中国系の犯罪組織が大勢を監禁して特殊詐欺をやらせているようです。しかもその人数は21カ国から6000人もの人々が監禁されているようで、言うことを聞かないと命を奪われてしまうようです。日本人も20人ほど監禁されているようなので、皆さんも気をつけてください。大体は海外旅行や闇バイト、リゾートバイトなどといって連れて行かれるようなので、人事ではありません。イカゲームは見ている分にはとても面白いのですが、このように現実で自分がやるとなるとやりたくはないですよね。はい、ではここからはコメントからの考察です。
今回は大きなものが何個かあるので見ないと損ですよ。Time to say goodbye と壁画。まずは Time to say goodbye。Time to say goodbye はスカウトマンがロシアンルーレットを行う際に用いていたテーマソングですが、この曲にこそ意味があると教えてくれた視聴者さんがいらっしゃったので、私なりに少し考察してみました。コメントは文章が長文でしたので音読はなしで失礼します。こちらは Time to say goodbye の歌詞です。そして要約すると、大切な人との別れや旅立ちの瞬間に感じる愛と希望を歌った歌になりますね。ここで出てくるあなたは愛する妻や親、子などいろいろな愛する人があります。ではここから考察をしていきます。ではまずウソクとキム代表から。キム代表はウソクの親のような存在で、ウソクの仲人までした人物です。そのためここは親子関係と見ていいと思います。キム代表は愛する息子ウソクのために自らじゃんけんぽんの選択をせずにバイバイを選びました。愛ゆえのバイバイです。次にスカウトマン。ここでは義憤ではなくスカウトマンとその父のストーリーが重要です。スカウトマンは父を憎んでいたと言っていましたが、彼はサイコパスです。バイバイさせるという行為はサイコパスにとっては最上級の愛なのです。そのためゲームの世界で苦しんでいる父を最後は愛ゆえに自らの手によってバイバイさせたのだと思います。その証拠にスカウトマンは父の脳天を打ち抜いたと言っていました。この脳天を打ち抜く行為は苦しんでバイバイしないようにの意味とゲーム後に解剖されないようにです。これこそスカウトマンが父に最後に渡せた愛なのでしょう。この Time to say goodbye が表すのは、愛する人のためなら私は何でもしようだと思います。これを覚えておいてください。次に壁画です。こちらは X の方で教えていただいたのですが、ついに壁画の意味が明らかになりました。こちらイカゲーム2の壁の文字解読できました。ホディエミヒクライスティビという文字列になっていて、ラテン語で今日は私に、明日はあなたにと訳せます。死を意味する名詞モースと動詞のエストが省略されているようで、これを踏まえると今日は私に、明日はあなたに死が訪れると訳せます。義憤の死の暗示。わお、言葉を失いました。教えてくださった方ありがとうございます。ではこれを考察しましょう。義憤のバイバイにも関係はありそうですが、これはイカゲーム特有のフラグにも似ています。自分のしたことは自分に返ってくるです。私のイカゲームの動画でも何度かお伝えしていると思います。で、壁には今日は私に、明日はあなたにと書いてありましたが、これはイカゲーム内での様々な場面に散りばめられている要素でもあります。Time to say goodbye の歌詞は、今日は私に、明日はあなたにという表現が持つ無常感や共感の要素を表現していると言えます。この両方を結びつけることで、別れや人生の儚さに対する新たな視点が得られ、どちらも一瞬の時間をどう生きるかという深い問いかけを私たちに与えてくれます。これはこの世の中に対する監督からのメッセージかもしれません。またドラマ内での直接的な意味として考えられるのは、これはフロントマンから義憤へのメッセージ、つまりフロントマンの世代交代や
その後の義憤の売買についてを暗示すると考えられます。シーズン3の舞台は10から20年後ですから、フロントマンが売買し、義憤が後を継ぎ、また誰かに義憤は売買させられるといったものかもしれません。また短期的な意味で見れば、フロントマンは父であるおじいさんを義憤にゲーム上では売買させられたので、その見返りに義憤の親友を売買させる暗示だったのかもしれません。とにかく、この Time to Say Goodbye と壁画からは数多くの伏線が発見できます。シーズン3ではそれが明らかになると思うので楽しみです。また今までの親が先に売買路線で行くと、親子参加者はママが先に売買しちゃいそうですね。スカウトマン生存説。こちらのコメントから、頭じゃなくて顎下から銃を撃っていたよね。あれ確か死なない撃ち方なんよな。前海外で実際にあった事件のアリバイ工作に使われていた手法やったから、ワンチャン死なない説もある。そんなことあるんですかと思って調べてみました。確かに5から 10% の確率で生きているそうです。やはり彼はゲームが好きなんですね。可能性は低いかもしれませんが、今夜のスカウトマンの人気は絶大です。もしかしたらシーズン3に出てくるかもしれませんね。サノスとアイアンマン。こちらのコメントから、サノスはアイアンマンに倒されて、サノスは鉄に倒されたっていう海外のコメント面白い。それは面白い。アベンジャーズシリーズに登場するサノスには、アイアンマンに倒される世界線もあります。アイアンは鉄という意味なので、鉄のフォークでバイバイ。これは面白いことに気づきましたね。ありがとうございます。はい、今回の考察はここまでとなりますが、いかがでしたでしょうか。シーズン2の考察はもう少しあるので、次回の動画をお待ちください。ミコおばばやサノス、親子参加者、トラジェン姉さんについても考察できればと思います。皆さんの予想とコメントをお待ちしております。チャンネル登録と通知音で応援よろしくお願いいたします。それではまた今度。See you!